こんにちは。この哲学の絵本の中の人、ジュリオです。皆さんは親からそれが親に対する態度かと言われたことはありますか？また、先生からそれが先生に対する態度かと言われたことはありませんか？あるいは皆さん自身が後輩にそんなことを言ったりしたことはありませんか？今回はこのような態度を問題にすることについて話したいと思います。親や先生、そして先輩が態度を問題にするときとはどんなときでしょうか？多くの場合、それは議論で不利になったときです。議論で不利になったから論点をすり替えて態度を問題にするのです。それまでの議論を放り出すという意味では、いわゆるちゃぶ台返しです。日本の場合、儒教的な年齢や立場の上下関係を利用することが多いですね。ところで、哲学史でもこのような内容で勝負しないで態度を問題にするケースはよくあります。例えば、ヘーゲル哲学に対してがそうです。ヘーゲルさんの哲学は、その論理が非常に精密にできていて、内部から批判するのは大変です。そこで、フォイエルバッハさんは、ヘーゲルさんの関連論を批判して、唯物論の立場を取りました。さらに、その唯物論に、ヘーゲルさんの持ちネタである弁証法を適用して、マルクスさんが弁証法的唯物論の体系を作り上げました。前提をひっくり返す、マルクスさんによる、ちゃぶ台返しです。また、キルケゴールさんは、ヘーゲルさんのように世界をうまく説明しても何になるんだと言いました。大事なのは、そのために私が生き、そして死ぬことができるような真理だと言っています。まさに、内容で勝負しないで態度を問題にする、そのものですね。20世紀後半のレヴィ・ストロースさんのサルトルさんに対する批判も同じようなものではないかと思います。第二次世界大戦後、フランス現代思想のスターだったサルトルさんをレヴィ・ストロースさんが批判しました。これによってサルトルさんの権威は地に落ちたことになっています。レヴィ・ストロースさんはサルトルさんの実存主義における自由な主体というのが西洋中心の世界観の上に立つものであると批判しました。でも私にはレヴィ・ストロースさん自身もヨーロッパ人なのに、彼だけが M1 グランプリの審査員みたいに評価を下しているように見えます。彼もまた彼の言う構造のもとにある以上、西洋的な考え方から自由であるはずはありません。そのあたりをさらにデリダさんが批判することになります。ところで、最初の話に戻ると、尊敬とはさせるものではなくされるものですよね。それではまた次回。チャンネル登録お願いします。